たまにアクアショップで見かける切り株みたいな流木。面白いね。ずっとどう使っていいのかわからなかったんですが、他の流木と組み合わせることでキャノン砲みたいになったので、これが正解だったんだと気づくことができました。何の話？今回は30センチキューブ水槽の立ち上げ動画ですが、30センチキューブ水槽は内寸の容積がおよそ25リットルで割と水量があるため、小型魚ならそれなりの数の生態を入れられるし、ある程度水草レイアウトも楽しめるので、アクアリウムの第一歩としてとても人気があるそうです。設置するスペースも割と小さくて済む上に、キューブ型という形がインテリア的にも馴染みやすいような気がします。そんな30センチキューブで緑の絨毯が楽しめる水草水槽を作ってみました。ありがとうございます。いまちです。価格が高騰し、動画作成時点で8500円くらいする ADA の水槽です。他のメーカーなら30センチキューブは2000円くらいで手に入ったりするので、価格的にもやはり30キューブが始めやすいんじゃないでしょうか。正直、品質にどれだけの差があるかは未だに分かっておらず、アクアリウムを始めたばかりの頃に、水草やるなら ADA 一択という謎の洗脳があったので購入しました。もし新しく30キューブを買うならば、昨今の価格高騰もお財布には優しくないこともありますし、何でもかんでも ADA が良いとは思っていないので、安いもので済ませることはなく、なんだかんだでガラスの透明度が高いと言われる ADA とか、アクロのスーパークリアを買っちゃうと思います。水槽に必要不可欠なろ過装置ですが、底面ろ過でいこうと思います。ろ過装置は外部フィルターとか外掛けフィルターとか投げ込み式フィルターとか色々あるんですが、僕なりに初心者の方におすすめしたいのは圧倒的に底面フィルターです。底面フィルターのメリットを自分なりに挙げるとすれば、水槽内で完結するから安全、ろ過能力が高く水替え回数が減らせる、価格が安めの3つが挙げられます。逆にデメリットもはっきりしていて、目詰まりしたら終了です。ポンプに異常があるとほぼリセットを覚悟しないといけません。なので絶対に無理ってわけじゃないですが、目詰まりする確率が上がるので化粧砂を敷けないというのもあります。あともう少し細かいことを言えば、化学系の露剤を入れにくいとか、外部フィルターじゃないからインラインで二酸化炭素添加したり、インラインヒーターが使えないというのもあります。そういった長所と短所を天秤にかけたとしても、水漏れリスクが少ないのにろ過能力が高いことから、僕は初心者におすすめだと思うわけです。ちなみにいつまでが初心者なのかは分かりませんが、さすがにかなりアクアリウムに散在していて3年目を迎えているので、僕はもう完全な初心者ではないんだろうなと思っております。と、なんやかんや言ってるうちに底面フィルターを敷き終わりました。本当はポンプをくっつける丸い突起物のところは爪を折って穴を開けるのが正式な使い方なんですが、僕は何かが詰まってポンプが動かなくなるのが怖いので、いつも閉じたままで使っています。多分スリットから水を吸い込んでいると思うので、おそらくは問題なく使えていると信じています。底面フィルターの上に敷く定称にはブルカミアソイルを使うことにします。というか、先ほどセットした底面フィルターはブルカミアとセットで販売していたものを使っています。ブルカミアは広瀬ペットが出しているオリジナルソイルで、底面フィルターと合わせて使うと抜群のろ過能力を発揮するという吸着系ソイルです。ただし1年くらい使っていると吸着能力がなくなってしまうので、寿命があるのがデメリットかもしれません。僕は他の水槽でも使っていますし、過去にはブルカミアを使って水草水槽を作った経験もあるので、自分的には信頼しているソイルです。購入したセットにはブルカミアソイルが2つの袋に分かれて入っていたんですが、同じソイルなのに色が違います。何これ？ですが、メーカーに問い合わせるようなことはせず、四捨五入したらどっちの色もブラックだと解釈することで、以降は気にしないことにしました。もし水槽の立ち上げの参考にこの動画を見てくださっている方がいれば、こういった問題は放置せずにきちんとメーカーに問い合わせてください。水槽のレイアウトは石ではなく流木をメインで使います。僕の少ない経験で話しちゃいますが、流木ならそれっぽい形のやつを適当に配置するだけで様になりますし、流木自体がちょっとだけ水を弱酸性に傾けてくれる効果があるので、水草水槽をやるには最適です。なるべく手軽に気軽にアクアリウムをやる場合、流木を使っておけば間違いないと思います。
とりあえずこんな感じで落ち着きました。流木は 100% 浮いてくるので、石を重しとして置いてあります。30センチキューブ水槽はどちらかといえば小型水槽に分類されるため、水形を広く見せるには葉っぱが小さな水草を植えた方がいいと聞いたことがあります。なので、なるべく基本に忠実にしつつ、少しアクセントになるような水草も一緒に植えていきたいと思います。まずは全景層の王道、ショートヘアグラスです。よくニューラージパールグラスやテネルスといった他の全景層と混ぜて植栽することでより自然な世界を表現できると言われますが、今までそういうことをすると大抵他の水草の勢いに飲まれてまともに育たなかったので、今回はショートヘアグラス単体で植栽します。ちなみにこれは ADA の組織培養カップを3カップ分植栽しています。そして流木の影になりそうなところにはクリプトコリネルーケンスを植栽。クリプトコリネの一種なので基本的には陰性水草扱いな感じで使えるのと、水上では大型化する植物ですが、水中では割と小さく育つこともあって何かと使いやすいイメージがあります。後ろには赤くなるニードルリーフルドウィジアを植えておきます。これも過去に育てたことがあってそんなに難しくなかったイメージがあります。そしてもう一方の後ろ、流木の裏側にはヘアグラスを植栽。前景にショートヘアグラスを植えて後景にノーマルのヘアグラスを植えることでなんかわかんないんですが、いい感じになってくれたら嬉しいなと思っております。水草が育った後の状態をしっかりイメージできればもっと水草レイアウトが楽になると思うんですが、その辺の経験値がまだまだ足りなくていつも行き当たりばったりになってしまうんですよね。と言いつつ、これだとあまりにもスタンダードすぎるレイアウトになっちゃうと思い、ちょっとだけチャレンジしました。それがこちら、エキノドルスミディフルールです。本当は小さめのエキノドルスとして知られるエキノドルスレナというやつを買いに行ったんですが、店で眺めているとミディフルールの方が綺麗に見えたのでこっちを買っちゃいました。どんな風に育つか謎なので賭けみたいな感じですが、どっちかというと小さい種類だと思われるので、いい感じのセンタープランツになってくれたら嬉しいです。注水があまりに雑すぎてびっくりしますね。映像でどこまで透明感が伝わるか分かりませんが、1日経つとすっかり水が透き通りました。これがブルカミアソイルと底面フィルターのすごいところです。すごっ。メーカーによると注水してフィルターを回してから12時間後には生体が入れられるらしいのですが、少し水草が育つのを待ちたいと思います。早くもショートヘアグラスが枯れかけています。ただこれは水草が環境に適応しようとしている証拠で、新しい水中葉を展開するためにもともとあった葉っぱは一度枯れていくのだそうです。分かってはいてもライトグリーンな草原が発火していくのはなかなかきついものがありますね。一応今後の成長を見越して固形肥料を埋めておきます。そして流木には白カビが発生しています。そのうちヤマトナマエビを入れたら食べてくれると思うので、これも放置しておきます。流木が浮いてこないようにと置いていた石ですが、2週間くらい経ったので外しておきます。石を外したら左側が寂しくなったので水草を通過します。メルカリで買ったニューラージパールグラスを石に巻いていい感じにしだれさせようという算段です。左後ろからヘアグラスが伸びてきて、その手前にはニューラージパールグラスの茂みが出来上がり、さぞかし幻想的な水形が出来上がること間違いなしですね。
立ち上げから3週間して苔がひどくなり、ほとんどの水草が枯れかけています。もうこうなると思ってたわ。これは立て直せるものなのでしょうか。ショートヘアグラスの草原を目指して頑張りたいところなんですが、ちょっと心が折れそうです。